いやー、いいですよね。今日はこのデスクライトの話をしたくて、ここ最近このデスクの上に置いているんですけど、気づかれた方いらっしゃいますでしょうか。いいですよね、単純にね。このビジュアルというか、アルミの削り出しを多用したこのボディ、武骨なんだけれども、ちょっと繊細さも漂う、よく見る形ながらやっぱり風格を感じる佇まい、なかなかね気に入ってしまってるんですよ。これ実は無印良品の製品なんです。実は30年前から40年前ほどの、いわゆるヴィンテージ無印なんです。ライトについてもうちょいちゃんと触れるとですね、これ僕が大学生ぐらいの時に使ってた山田照明の Z ライトですかね、そういった類とかなり構造的には似てますよね。スタンドとかこのライトに関しては丸みを帯びた生活感のあるデザインなんですけど、一方でそれ以外の部分はスプリングとか、あとは細く角張ったアームとか、かなり工業製品感を感じさせます。このバランス感が僕はめちゃくちゃ好きですね。で、スタンドとこの本体というんですかね、アームはちゃんと外れるように、なっています。でスタンドは結構重量があるので、全然動いたりはしません。そもそもこういったデスクにおける作業ではライトが必要な場合はモニターライトを置くのが1個の正解なんだと思います。モニターへの反射を気にすることなく、手元だけを明るく照らすことができますし、何よりもスペースを取らないですよね。これめちゃくちゃスペース取るし、上の植物とかともすごい干渉するんですよ。であと今の明るさの反射でいうと、このスタジオディスプレイがこのライトをつけた瞬間にめっちゃ光るんですよね。周囲の明るさを感知してディスプレイの明度をもうマックスぐらいまで上げてくるんです。なので、そもそも相性がいいものではない。ただデスク上のいわゆるなインテリアのアイテムとしても役割を果たすのがこういったライトだと思っていて、利便を取るなら存在感を消してモニターに最適化させるんだけど、そうじゃない情緒みたいなのも僕は拾いたいなというふうに思っています。そもそもなんでこれを僕が購入したのかという経緯からお話ししたいと思います。実はこれはもともと狙って買ったものでもなかったというかね、完全に間に合わせだったんですよね。というのも、このデスクにライトを置きたいというのは前々から思っていたんです。これは別にデスクの見た目がどうこうというよりもシンプルに夜暗い。僕の家は結構間接照明を中心に部屋のライティングを施していることもあって、部屋全体が明るいわけではないんですよね。意識的にそこのスポットを照らさないと明るくならないっていう中で、デスク周りにね照明がなかったり、あと自分が影になってしまうことで、夜になるとこの作業空間周辺がかなり暗くなってしまっていたんです。これは度減化せんといかんということで、こういったデスクライト、あとはタスクライトみたいなね、カテゴリーにもなりますけど、そういった商品を探していました。あとそうだ、以前使ってたセルジュ・ムーユの、ビューロートロピエ、このデスクライトは今奥さんのデスクに置いております。これは単純にブラックの系統のデスクの方がやっぱ見た目の相性がいいなというのが1個、そしてもう一つが、どうしてもこの高さが欲しかったんですよね。ビューロートロピエは書斎とかで手書きの作業をするのにはすごくぴったりな高さなんですけど、作業空間全体を灯すにはちょっと不向きな照射範囲だったので、もう少し大きめで、より工業感のあるというか、そういった照明を新たに探すことにしました。で実はすでに別のものに目星を立てて購入したんですよね。それはちょっとまた届いたらお知らせしようと思うんですけど、結構いい感じのもので、ただ納期までだいたいあと半年ぐらいかかりますと、しょうがない、ちょっと待ちましょうということで待ってたんですけど、半年間この暗さはちょっと耐えられないなということで、何か安価なもので、この間を乗り切れればなということで、いろいろと、特にリセールみたいなことも考えて中古を中心に検討していたんですよね。そこで見つけたのがこちらの無印ヴィンテージだったというわけです。ちょっとこちらの製品ですね、はっきり言って公式からの情報が、特段ないというか、本当にウェブ上の情報をかき集めてこれについて知っていったんですけれども、まずですね、発売されていたのは1990年代後半から2000年代前半とのことです。僕が惹かれたこのシルバーのこの雰囲気ですよね。これがやっぱりこのライトの大きな特徴でした。
だいたいメルカリで4、5,000円ぐらいで購入したかなと思います。で、別にヴィンテージとはいえ、なんかそんなに数が限られているわけでもなさそうでした。普通にまだまだ中古市場に何個かありそうです。だし、4、5,000円という値段からもそこまで高価なものではないと思います。実際機能としてもシンプルで、普通に稼働するくらいなんですよね。このくらいまで折りたためて、高さも一定出せますよと。で、ここのシェードの角度もわりかし自由が利く。何か使いにくい点も使いやすい点も特別ないというのが率直な印象ですかね。で、ちなみに僕はこの電球は、例のスイッチボットのスマートライトをつけています。これによってスマホとか声でこの照明のオンオフを切り替えられるようにしていたり、あと色温度ですね、これを調整できるようにしてます。僕はちなみにタスクライト、デスク周りのライトはできればこの寒色寄りというか中白色でしたっけ、はい、そういった色に寄せたいと思っているので、このライトだけはそういう冷ための色になっています。ちょっと集中するエリアとして自分の中で区分けができるので、そういった点でこの色を採用してますね。これ無印良品の製品なんですが、そもそも皆さん無印良品の製品ってどうやって作っているかご存知ですか？全て無印の工場で作っているというわけではなくて、OEM というかね、いろんな工場に発注をかけてそこで製造したものを無印良品として販売していることも多いです。この、ヴィンテージのこのライトに関しては株式会社キャリアという群馬県のメーカーがこの製造を担っています。で、実はこの株式会社キャリアは今の無印良品のこのライトですね、デスクライトとかそういったものも製造を手掛けているんですね。ざっと20年以上、この付き合いがあることがこのライトからも伺えるんです。そういった歴史まで感じさせてくれますね。実際ですね、今のライトどうかわかんないんですけど、このデスクライトには株式会社キャリアっていう刻印があるんです。これだけ見ると無印なのかって思っちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと無印良品のものとして製造販売されていたものだと思われます。これも僕断定ができないっていうのが正直なところで、言い切りにくいところではあるんですけど、おそらく高確率でそうだろうということは言えます。無印良品の理念として消費社会以前の無名のデザイン、アノニマスデザインを見つけ出して現代の生活文化に合わせて少しだけ改良して適正価格で販売するというものがあります。ちょっと今の無印良品とは若干ね、コンセプトとか雰囲気は異なるかもしれませんが、そんな根底の理念をより体現しているようなプロダクトであることは間違いないかなと思っています。特に今だとね、こういうものは多いかもしれないけど、20年前30年前の当時からするとより新鮮に映ったある種のミニマリズムなんじゃないかなとは思いますね。問題が1個あって、結構気に入っちゃったんですよねこれ。さっき言った本命のデスクライトが届いたらどうしようっていうのをちょっと今思ってるところです。これをそれこそ奥さんのデスクに置かしてもらって、ピューロトロピエはちょっとまた別の場所に置くとか、そういうのもいいかなとかちょっといろいろ考えてるんですけど、なんせその納期が半年後って言ってたのが、この前メールが来て来月にはお届けできそうですみたいな、まずい、このライトどうしようみたいなことに今なってるんですよね。慌てて今このレビューじゃないけどちょっと話をしているわけです。つけよう、つけてないわ。実際つけてみましょう。なんか造形ばっかりで全然ちゃんとつけてなかった。はい、こんな感じ。ほのかな感じがいいですよね。シンプルですね。全然何かひねった要素があるわけではないんですけど、それでいいかなという感じ。4、5,000円で手に入れられるライトとしてはものすごくいいですね。やっぱり少し色温度を落とすというか、冷たくすることによって空間全体のインダストリアル感が増すというか、この照明の造形も相まってすごくバランスが良くなる気がします。やっぱなんか雰囲気いいですね。光に関しては僕はもうスイッチボットの電球に変えてしまってるんで、むしろこれのレビューになっちゃうからあんまり今回は触れないですけど、やっぱりライトなので灯した時の雰囲気で気に入れるかどうかっていうのが大きいんじゃないかなとは思います。そんなわけでレビューというよりはね、雑談に近い形になってしまったんですが、最近ですねAirPods Pro の動画でも
ちょっとデスク周りをアップデートしてお話しした通りで、デスク周りがよりこうメタルになってきてるんですよね。デスクライト、あと各種マウント、デバイスで他にもいろいろアップデートを施していく予定なので、よろしければぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を出しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ということで今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。